では庭山木瀬さんを行ってみます。来ましたね。こんにちは。こんにちは。じゃあ今日はもうお会いできるのが嬉しいです。いや僕もありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速行きましょうか。座ってていいんですかね。はい。あ、はい。今朝何食べました？今朝はアサイの飲むヨーグルトとよもぎ大福です。いつもそんな感じですか？いつもそう、いつも大福は食べてて、大福食べると糖分取れるし、元気になるというか頭が回るんで、粒あん派です。好きな飲み物ってあります？好きな飲み物はミックスジュースですかね。昔から甘党なんで、もう糖尿病予備軍なんですけど、もう甘いものに目がないんで。尊敬する人は僕はお姉ちゃんですかね。なんか簡単に理由あります？なんかちっちゃい頃から言ってた夢を叶えた身近な存在で、なんか偉人とかって結構想像がつかないんですけど、身近な人の方がなんかより頑張ってる姿を見てきたんで、なんかより尊敬できるし、僕も頑張ろうって思えるからですかね。最近笑ったのは僕お花の先生と一緒にたまに動いてるんですけど、その人50代なんですけど、一緒に花市場行ってたら僕お兄ちゃんって言われて爆笑しました。休みの日は何してます？休みの日は美術館行ったりとか建築を見にうろうろと動いてますね。仕事以外で夢中になってること？仕事以外で夢中になっていることは婚活です。お、頑張ってください。あなたの職種名、庭師とか植木屋とかいろいろ造園関係、作庭家いろいろありますけれども、空間装飾師とかですかね。空間装飾師、はい、でもお庭作ってます。お庭作ってます。はい。かっこつけやすぎましたかね。子供の頃なりたかったもの。子供の頃なりたかったものは漫画家です。どんな漫画好きです？ジョジョが好きで。あ、私も好きです。あ、本当ですか。ありがとうございます。売りって感じです。そうです。売りって感じで、あんまりだって感じでやってます。はい。この仕事を選んだ理由、庭の仕事。もともと京都でかやぶき屋根をやってたんですけど、それをやめちゃったのもあるんですけど、そこに後悔があって、なんかどうにか緑に関われないかなと思ってこの仕事を選びました。一番好きな道具は何ですか？道具はハサミですかね。やっぱりなんてことないアマゾンで買ったハサミなんですけど、なんかやっぱしっくりくるというか好きですね。道具に名前とかつけてます？つけてます。お、なんて名前？アンドレラ。見せてください。なんでそういう名前なんですか？外人の美女が好きなんで常に一緒にいる感じがして安心します。忘れられない現場ってあります？最近なんですけど、安城でやった美容院のお庭なんですけど、去年の8月からプロジェクトが動いてて、やっと一段落したんですけど、もう仲間に助けられたんですごく忘れられない現場ですね。そういう仕事中どんなこと考えてますか？ここに来るお客さんがどんな顔で来るのかな、どんな顔で帰っていくのかなっていうのだけを考えて作ってましたね。良い仕事ができたと思うのはどんな時ですか？良い仕事、お客さんからやっぱりありがとうって言われた時が一番いい仕事ができたのかなと思いますね。最近やったと思った仕事は、さっきの美容院。そう、美容院で一番嬉しかったのは、オーナーに石の使い方を褒められたことで、その時は結構よっしゃーって思いましたね。具体的にどんな褒め方されたんですか？既存の和風庭園みたいなもっこりというかこう立体感のある石の使い方ではなくて、より愛知県のはず石の特徴を生かしたのっぺりとした平らな面を使った石の使い方をしたんですけど、それが結構褒めていただいて、結構意図した通りのことを言っていただいたので、なんかやっぱ狙い通りっていうか、オーナーさん見る目あるなと思ってありがとうございますって感じで、師匠や先輩から言われた今もこう残ってる言葉というか。そうですね、師匠からなんですけど、なんかそのカレーは庭だよっていう言葉が結構印象に残ってて、お皿、カレー、具材、素材、同じものを使ってるけど人によって見せ方が変わるというか、っていうのでやっぱ素材の使い方
見せ方っていうのをはいちゃんと考えながら提供すること、まあ、これお庭作り、カレーライスはお庭作りだよってことを言われた時に、はいはいはいあ、なるほどと思って、そこからいろんな日常だったり、ありきたりなものの中に庭に使えるエッセンスになるものはないかなっていうのを探すようになりましたね。はいはいはい。この仕事の一般人が知らない面白さ、庭屋さんだから知ってる採掘場採掘場の石奥深さとか、石を実際に見て選べる楽しさとか、はい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 、あと植木の四季によってやっぱ顔が違うっていうのをよりはっきり分かるっていう面白さっていうのですかね。じゃあ逆にこの仕事の辛いなって思うところは夏が暑いことです。夏が暑いこと、はい、10年後この仕事どうなってるでしょうね。分かんないんですけど、うん盛り上げれるような人、なんかまあ一助になれるといいなとは思ってます。はい、この仕事を始めたばかりの人、若手の人に何か一言伝えれるとしたらどんなこと？しんどいことの方が多いですけど、その反面お客さんからの反応だったり、まあ、ありがとうとか経年変化で庭を見れることがすごく楽しいので、やりがいはすごくあると思います。はい、あなたが美しいと思う人工物、人工物、自然じゃなくて人工物、打ちっぱなしコンクリートです。まあ綺麗だから経年変化が見えるからなるほど美しいなっていうふうに思います。伝統とはズバリ何でしょ伝統とは絶えず進化していくものかなと思います。う？はいやっぱ淘汰されていくものは伝統としては残らないんですけど、はい今もなお残っているものは、その根流にあるものはきっと伝統が始まりなので、やっぱなくなっているようで残っている伝統って多いかなと思うので、なんか時代によって進化していくものが伝統なのかなと思います。はいはい自然とはどのようなものですか？自然とは変わらないもの。変わらないものでも結構花が散ったり葉が落ちたり、ただまあ人はなんていうんですかね、変わらないもの、まあ、散ったり枯れたりするんですけど、はいそこにあるもの自体、その自然のボリューム自体はどんどん更新されていって、はい後世に継がれていって景色としてはずっと残っていくのかなと思って、はいはいはいまあなんかそういった意味でも変化はあるけど変化しないっていうか、ちょっと何言ってるか分からないんですけど、いやいやでもおっしゃりたいことは、はい伝わってます、はい、はい、この仕事やって自分が変わったなと思うことはどんなことですか？建築だったりにより目を向けるようになったことですかね。はいはいパブリックスペースだったり個人の住宅だったりっていうのもそうなんですけど、まあ、一軒一軒やっぱ顔も違えば使い方機能性も違うんですけど、よりそこに目が行くようになって、その動線をどう緑が装飾できるのかなっていうのを意識して見るようになったのが結構変化しましたね。でもかやぶきやってたから建築されてた、はい、けれども離れた方がより見るようにより見るようになりましたね。かやぶきの時は屋根ばっか見てたんで、はいはい屋根がすごいフェチで好きで、はいなんでそれ以外を見るようになったっていうのがなるほどなるほど、はい、これからやってみたいことは空間装飾ですはい、ね。さっき仕事名で言ってたそうです。はい店舗だったり、はいまあ婚礼のことだったりっていう、はいはいお花だったり植物を使った、まあ、一瞬の美しさっていうものにも結構力を入れていきたいなと思っていて、はい、でその仕事を一言で表すのが爆発。爆発、はいいいはい、じゃああと質問2つなんですけど、もし魔法の道具が手に入るとしたら、はい、まあ、ドラえもんが道具を出してくれるみたいな、はい、どんな道具が欲しいですか？僕あれが欲しいです。ガリバートンネル。大きくなる？ちっちゃくなりたいです。ちっちゃくなる。はい。なんで？いつも大きい高いとこからいろんなとこ見てるんで、次は下から見てみたいなはい面白いはい、じゃあ、今見えている景色、まあはい、この空間でもいいですし、はい、まあ、ビジョンみたいなんでもいいんですけれども、はい、その景色について一言お願いします。景色、はい、ビジョン、はい、自分どっちでもいいです。景色って聞いて。景色、やっぱ当たり前のようで当たり前じゃない景色なのかなとも思うんで、はい、なんかその景色の一つになるようなものを自分も作っていければいいなとは思っています。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。はい。